こんにちは。じゃあ今日はですね、久しぶりに大きいやつをはい。やっていきます。久しぶりと言いましても多分一番でかいかもしれないですね。大きさで言うと、高さはね。高さで言うと、樹高が1メーターを超してます。はい。はい。まあここまで入れてなんですけど、心拍ですね。まあ見ていただければ分かるんですけど、だいぶ太い幹をしています。でこの木はですね、ここで枝継ぎをしている木になりますので、非常にコンパクトにはなってますけど、元は多分もっと大きかったんだろうなっていう。衣替えをしたのかな。そうですね、もういいとこだけ取ったんだと思うんですよ。なるほど。で今回は、この木を、剪定と針金をかけて形を作っていきたいなというふうに思います。はい。うちに来てだいたい半年ぐらいですかね経って、だいぶ元気が出てきたので、しっかり作っていければなと思っております。お願いします。はい。これは要はあれですか、骨作りみたいな。骨作る。まあ骨作るのもそうだし、まあ、ある程度もうちゃんと見えるようにはできればとは思ってます。でまずこの木なんですけど、まあ、魅力としてはこの太い幹になってますね。ただ空間としては非常にこの辺が空いているので、どっちかっていうともう少しコンパクトにするには右に返ってるような木に作れればいいのかなと思ってます。どっちかっていうとこっち流しっぱなしにしてしまうと非常に大きくて、このスペースがより気になってきてしまうかなと思いますので、どっちかっていうともうこっちに返していくようなスタイルが理想かなとは思います。ただこれだけ太い幹をしてますので、割と大きいような、頭というか、棚とか頭を作っていきたいなとは思っているので、使える枝はどんどん使っていきたいなとは思っています。ただその中で本当にいらない枝っていうのがあるんですよ。なのでそういうところをとりあえず今日は落としていって、で針金かけの準備をしていったらなと思ってます。まず正面はですね、もうこっちで作っていきます。で水水がちゃんと見えてきて、背中にこうシャリが乗っかってきて、非常に荒々しいのでちょっとこっちで作っていきます。で頭なんですけど、まず差し枝か、一番効かせるような枝ってどれかなって考えていくと、まあ枝継ぎの木になるので全部同じような太さの枝なんですよ。だから迫力がある枝が1個ドーンってあるわけじゃなくて、非常に同じような枝が何本もあるっていう感じなんですよね。なのでもう仮にこの辺に押したら周りの葉っぱとか枝でそこを補ってちょっと大きく見せるっていう感じになると思います。重要なのはこの枝たちですよね。しっかり左から右に向かって伸びている枝たちを使っていきます。差し枝ね。でここに関してはこの枝、ここ上の、この一番上の部分から出てる枝がこう長くなってますので、まあこの枝よりこっちの枝の方が下に出てるので、この枝とこれが一緒になるっていうのはあんま良くないんですよね。同じようなね、太さ長さの。そうなんです。なのでこの辺はこの辺で短くしてしまうと考えてます。なので実際言うとこの辺の枝が一番長い、こっちに続くような枝になる。効かせる枝。そうでこの辺はここら辺で切っちゃう。そうするとこういう三角形ができる。そういう風に作っていきたいなと思ってます。で逆に言うとこっちの枝、まあ受けの方の枝なんですけど、こっちに関しては割とコンパクトにしようとは思ってます。ただやっぱりこれだけのずっとありますので、完全に短くするというよりかある程度ちょっと残しつつ作っていきたいなと思ってますんで、そういう感じでやっていきます。頭はどこの？頭が結局頭っていうこれという枝がないので、この辺で全体をカバーするように頭として成立していって、ゆくゆくそこが太ったらそれがしっかり骨になればいいんじゃないかなと思ってます。まず見えるようにするっていうのが今回の、意図になりますので、そういう感じでやっていきます。でここがこうだから落とすみたいなのは割と今のこの木に関して言うとセオリー通りではなかなかできない木になるので、例えば下を向いて長くなってしまってる枝とか、そういうのを
優先的に切っていくんですけど、はい。ただまあこういうところもですね、こういうところ例えばこれをこうやってグッと下げるときにですね、今、ここが今横というか上を向いてる枝、でこっちにまあ枝先なんですけども、もう下を向いちゃってる、もうこういうところはもう切ってしまっていいと思うんですね。なるほど。でこういうところで切ってあげると、例えばこの枝をグッと下げたときに、まあ、ここが枝の先端になって棚になりそうだ。もうこのままで棚にできるっていうような使いやすい枝なんですよ。逆にこれを使おうとすると今度はこっちをどんどん詰めていっていかないといけない。例えば、差し枝だったらそれ残しておいてもいいの？これは、伸ばした枝であれば、これを伸ばしておいた方がいいです。先端を残しておいた方がいい。なるほど。そしたらぐーっと先端まで長く伸びるんですけど、ここに関してはもうある程度で止めていく枝になるので、まあ、より先端を取るっていうのと、あとは自然にこう上を向いてるような枝を残した方が針金掛けやりやすいので、もうこういう完全に下向いちゃってるのは取っていくと。であとはこういうところもそうですよね、この枝の中にも、まあ、これとこれを比べた時にこの枝が非常に下に向いちゃっている、で針金掛けで調整はできるんですけど、まあ、より針金掛けやりやすくするんだったらこういうのも取ってあげてもやりやすいのかなと、まあ、こういうところもそうですね。こういうちっちゃいのも取っていってあげると、これでここに1本かけるだけでもうしっかり上を向いて棚しやすくなりますね。これは大きい盆栽も小さい盆栽もあんま変わらない。やること一緒です。非常に大きい盆栽難しそうっておっしゃる方いらっしゃるんですけど、正直ちっちゃい盆栽の方が難しいと思います。なるほど。一歩間違えると大きく崩れてしまうのが商品盆栽かなと思うので、やることとしては小さい方が難しいと思ってます。でもやること自体一緒なんですよ、なので1個覚えちゃえばどんな盆栽でもできると思うので、そういうようなやりやすい方法を覚えていくといいかもしれないですね。じゃあちょっと取っていきましょう、おそらくこの辺が頭になると思うんですね。こういう風にこの辺で作ると思うんですよ。後ろから持ってくるようなになってしまうかもしれないですね。もしかしてこの辺の枝も使うかもしれないです。こうやって、で最初はもうとにかく、まあ、これは絶対いらないだろうっていうやつを切っていくみたいな。そうですね。あと意外とこういうちっちゃいやつとかもう重要になってきたりするので、こういうのを残しておきますね。それは必要そうな位置に生えてるから。そう、棚を作るときに中がこんもりしやすくするために中側を短くしたいので、こういう短く出てるっていうのは非常に今後重要になる枝ですね。わかりました。これはあれですよね、幹の太さに対してまだ枝細いじゃないですか、どのぐらいの太さになればその完成形というかに近づくのかな。まあそれはだいぶ年数かかると思いますもう一個前ちょっとちらっと動画になったかもしれないんですけど、心拍の木があるんですけど、その木もどんどん走らせてはいたけど、やはり太りは遅いんですよね、幹っていうか枝の。だから本当の力強い枝にするっていうのは結構な年数がかかるかなっていう印象でした、何十年まではいかないと思いますけど、3年とかのスパンではいやないかじゃない10年ぐらいかかるのかな。でも元の方とか針金かけてるところは非常に太りが早いんですよね、なので枝先まで太らせるって考えるとそれぐらいかかるんですけど、まあ、幹自体を太らせるんだったら、まあ、針金とか巻いちゃえば意外と早くはなると思います、けどやっぱり下枝って枝の先なので、そこがブクブクって太ってくるってなかなかやっぱり上は太りやすいけど下ってなかなか強くなってこないので、そういうところですかね。でちょっと今日はできるところまで剪定をして、まあ、針金も始められればいいと思うんですけど、ちょっとおそらく続きは明日になってくるかなと思います、あとはもうこの辺の伸びてる枝って、まあ、そんな伸ばさなくてもいいんですよね。中の方の枝は先端は今後伸ばしたいんだったら伸ばせばいいんですけど、中の方を伸ばしてもしょうがないので、こういうところはこういうところで詰めてもいい。中の方のやつはこの先端を
つまんであげると、はい、この成長点を取ってあげる。これがなくなると伸びなくなるってことですね。一旦ストップします、うんでその周りが今度成長してくるので、枝がどんどん混みやすくなってくる、葉っぱが出やすくなってきます。こう裏枝になるんですか？いや裏枝っていうよりか流れ出す枝の一個ですかね。前に持ってくる。そう、ちょっとこう、こっちが裏枝ですね。なるほど。こっちが割とこんだけでかいんで、それ迫力出すために結構枝残さないと。現段階で見れるようにするために。そうなんですよね。ちょっと伸びてるところもあるんですけど、はい、一旦明らかいらないやつだけは取りました。はい、で今度は針金をちょっと出ていって、最初に骨をかけて、で後で細かい枝を作って棚を作っていこうかなと思っておりますので、針金かけていきます。お願いします。はい、で結構ですね、食い込んだ後もあるので、そういうところはですね、ちょっと逆向きにできたりとかするといいかなと思うので、その辺ちょっと気をつけながらやっていきます。はい、これがまあ黒のこちらも左手をして、こちらも25で、こちらが5点間になってまして、春に中から正解はそうですね、大体まあ3年、長くて4、5年ぐらいで、ちょっとということで日が暮れてきましたね。はい、フィニッシュと完成で、すいません、明日、はい、続きやりますので、明日まで、はい、よろしくお願いします。はい、ジャンプする？はい、せーの。お疲れ様です。はい、翌日です。はい、7割ですかね。ぐらい終わってますね。はい、7割終わってます。これからあと2時間半。終わりますか。完成の時日暮れてそうですね。ですね。今2時ですね。日の沈む前にできれば終わらせてほしいです。お願いします。はい。なんかポイントはありますか？やりながら結構枝を落としましたし、まあちょっとここの枝がやっぱり頼りないので、裏から持ってきてます。なのでボリュームはこれは最後にちょっと引いて、ちょっと一緒の同化させるみたいに作りますけど、ここも長いのが結構ぐわーってあったんですけど、上の段はもうここまでちっちゃくしました。これがより目立つようになったかなと思います。あとはちょっとこの枝伸ばしたいので、ちょっと長めに針金残して、徒長枝も残ってるってことですね。残って針金もちょっと長く残して、この先もかけれる。伸びたらこうやってやればいいんで。とかですかね。はい、あとはちょっと頭がですねないんですよ、この木は。はい、なのでうまくちょっとここら辺でお山ができるように作っていきたいなと思って、ちょっとその辺は意外とテクニカルになるかなと思います。なるほど。はい、じゃあやっていきます。お願いします。はい。裏枝もこっちから持ってきてるんですね、これ。面白いね。無事日は見えなくなりました。ね、どうです？進捗教えてもらっていいでしょうか。はい、終わりませんでした。終わりませんでした。あともう細かい細いやつやれば終わるんですけど、はい、ちょっとすみません、終わりませんので、また数日後
3日目突入と。はい、すみません。そうですね。昨日飲み行ってなきゃね。メガネ買いに。メガネ買いに行くってなきゃね。すみません。はい。じゃあまたジャンプしますか。はい。せーの。3日目。3日目も夕方にしちゃって。まあちょっとある程度のところまではできましたので、最終的にちょっと細かい修正して終わりかなと思います。はい。やることとしては、ちょっと下向きのやつ取っていったりとか、この辺の枝を寄せてですね、もう少しいけたらなというふうに思ってますので、はい、それやって一旦ちょっと完成でいいかなと思います。はい、ポイントとしては、頭は結構ぐるっと作りました。この辺が頭になるようにですね、ちょっとまだ暴れてるところありますけど、枝をこう回し込んで、そうですね、見せるっていう。だからパッと見わかんないと思うんですけど、近づくとね、なんとなくわかる。すごい、これもね、ぐるーって。そうで、ここから出た小枝で今度は頭ができればいいので、なるほど、はい、それは全然心配なくてですね、今後楽しみな感じになるんじゃないかなと思います。はい、じゃああとちょっと、はい、お願いします。調整だけします。はい、はい。だいぶ印象違うね、さっき。そうですね、一体感出たかな。これね、2つの枝で差し枝をこう作るみたいなね、面白いですね。まあ本当は1本でね、できた方がいいんですけど、こいつが育てばこいつがいらなくなるというか、そう、この辺からどんどんちっちゃくしていけばいいですね。こんなやり方もあるんですね。はい。ありました。お疲れ様でした。はい。心拍は。はい。心拍の剪定と針金掛けですね。まあもともといろんな方向に向いていた枝をちょっとちっちゃくギュッとまとめた感じの針金掛けになります。はい、なのでここからまあ充実してきた時にもう少し棚とかも綺麗になってくるかなとは思うんですけど、まあ、一旦このぐらいでメインとなるところを作ったりとか、まあ、頭をしっかり作れたので、今後は楽しみな期かなと思います。でちょっとここの部分もですね少し重いかなっていう印象なんですけど、まあ一旦とりあえずつけといて、まあ、取るのはいつでもできるので、まあ、ここになってももう少し流れは出てくるかなとは思う。そこがない方がこっちの枝が効くと。そう効くんですけど、まあただこっちが今後伸びてくることを考えた時に、差が出過ぎてしまうと、まあこの太さなのですごい体のヘリコプターもまあ、今後も考えると、あった方がいいかなという思いで、つけてます。はい、ということで実際作業的にはですね、もう少し、精度を高くして細かいところをやっていく必要はあるんですけども、まあ一旦ちょっとこれ完成にしていきたいなと思います。まあ、何年かかけてこういう木はじゃあもう少し棚をしっかり茎出そうとか、まあそういうことになるんですけど、形になったから良かったかなと思いますし、想像通りにはできました。今回のポイント的なところで言うと、まあ、上の枝と下の枝でやはりまあ、強さが結構違うっていうところで、やっぱりどうしても上の枝ほど強くなってしまうんですよね。それをうまく頭なのでちっちゃくコンパクトにしないといけないっていうところと、あとは、ここの枝ですね、少しちょっと弱いところもあるので、まあ、そういうところは芽は切らずに伸ばしておいています。成長点を伸ばしたいところを残すと。そうですね。いうことですね。ここがぐーっと伸びてきてくれるともう少し一体感が出るかなと思
思います。ただまあ木の動きとか、そういうものに関してはこれ迫力ある木なので非常に面白いかなとも思いますし、実際その例えばこういうところに枝があったりしたらどうなるかなとか考えたりしたんですけど、まあ一旦ある状態で作っていくと、まあ、こういう形かなと思います。あ、こういうとこってここの水水に枝ついててたら、こういうところとかあったら逆にこっちに左流れにしか作れるかもしれないし、そういうのはねちょっと今の状況で作るしかないので。確かにここにもう一本あって、ここにねボンってあったら、これでも完成されそうなガツンとね気がする。こうやってあるとまた違ったかなとか思いますけど、とはいえ結局これが今この木の個性なので、そこを生かしていくっていうのがまあ仕事ですから、まあ一旦これでいいのかなと思います。これねついでるとこが2本なんですね。なんか近いところに2個ついてるんですよね、確か。そうですね。2個っていうか1本かもしれないですね。1本ですね、多分。1本だけついてないんですよ。それからこう枝ができてるので。そうなんだ。はい。非常に将来が楽しみかなと思ってます。いい気になると思いますね。っていう感じで、心拍の針金かけの剪定を行いました。ちょっと時間かかっちゃいましたけど、非常に、想像通りできたので良かったなと思います。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録と、いいねボタンをお願いいたします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございました。